こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、可愛いイラストですよね。のりまきさんの作品で、タイトルはアメリカンダイナー。初めて挑戦する構図と背景の書き込みが楽しかったです。人物のデッサン、構図とパースを添削してほしいです。とのことですね。はい、さらにコメントいただいております。今回、参考画像などは撮っておらず、日々のクロッキーの成果が出たのではないかなと思っております。とても嬉しいお言葉もいただけました。ですが、自信作であっただけに、インプレッション数が理想よりも伸びないことがショックでした。やはり改善点があるのだろうと思い、今回添削をお願いしました。はい、ということでのりまきさん、添削のご応募ありがとうございます。まず最初に言いたいのは、ご本人もおっしゃっていますが、クロッキーの成果でしょうか。はい、とてもですね、キャラクターがしっかり描かれていて、練習した成果が僕にもね、伝わってきました。はい、素晴らしいと思います。それと背景もね、手を抜かずに、後ろにあるね、このハンバーガーのメニューとかも一個一個丁寧に書かれていて、これもね、すごく雰囲気を引き出すことに貢献していると思いました。はい、いい感じです。ただですね、コメントでも気にされているインプレッション数が伸びなかったという問題ですね。あんまりですね、いいねもリポストもされずに、自分が期待したよりかは人に評価をもらえなかったということなんですが、これはですね、正直僕からしたら、そうだろうなって感じです。はい、これですね、結構理由が明確ですね。この絵の場合。理由の1個はね、人気ジャンルの二次創作とか、流行りのテーマじゃないからっていうのが、まずあると思いますが、そうじゃなくてもね、絵的な問題だけで見ても、これはいいねされづらいだろうなっていう問題がパッと見て取れました。はい。皆さんどこだと思いますか？今回はですね、なぜこの絵がいいね、リポストされずに、インプレッション数がいまいち伸びなかったのか、解説しつつ、こうすればもっと伸びるようになるよというポイントについてしっかりと解説して添削していこうと思います。それでは早速いってみましょう。でですね、もう先に結論言っちゃうんですが、この絵がいまいち伸びなかった理由、それはキャラクターの可愛さに気づいてもらえなかったからです。そんなことってある？俺はこの子の可愛さにめっちゃ気づいてるよって思った人も多くいらっしゃると思います。はい、ですよね。この絵僕もね、最初に思いましたが、めちゃめちゃ可愛いんですよ。女の子の顔すっごく可愛く描けてると思います。もう文句のつけようありません。ですが、この絵ですね、他の作品に紛れて並べられたり、あとはね、こうタイムラインにこんな風に流れてきたとしても、この子の可愛さにはね、結構気づいてもらいにくい作品だと僕は思うんですね。今ですね、皆さんはこうやって僕がわざわざ動画の題材に取り上げて、この絵だけをデカデカと画面に表示しているから、可愛いって気づいているだけなんです。さっきみたいにね、こうちっちゃくこう流れてきたら、なんかね、あんまりこうパッと気持ちが引きつけられない感じがしませんでしょうか。そう言われてみたらそうかもしれないですよね。じゃあなぜこの子の可愛さに気づきにくい絵になってしまっているのか。理由はね、簡単です。この女の子が画面の中で色が沈んでしまっているからですね。はい、この肌色がね、結構背景の赤に溶け込んでますよね。このね、色が沈んでしまっているせいで、この子の可愛さが埋もれてしまって、誰もこの子の良さに気づかずにいいねが伸びない。結果、インプレッションが伸びなかったと僕は思います。はい、言葉だけで説明しても、いまいち理解しづらいと思いますので、実際に添削していきますね。ですね、まずは色をいじる前に、ちょっと下準備からいきます。まずはこうです。はい、足をね、ちょっとだけ変形かけました。この絵、結構足元からこうかぶりつきでキャラクターを撮影していると思うので、結構ね、こうパースがかかってると思うんですよね。はい。こんな風にですね、こんな風に上向きに向かって、こうすぼまっていくようなパースがかかっていると思うんです。なので、足を大きくして、パースを強調しようと思いました。さらに上半身も若干調整していきます。はい、こんな感じ。キャラクターに上向きのパースがかかって、画面の中でのキャラクターの存在感がぐぐっと際立ったのがお分かりいただけると思います。あとは髪の毛もね、若干下に向かってボリュームを増した方がパースを強調できるので、ちょっとね、髪の流れも修正します。はい、一旦こんな感じ。さらに手前の椅子もパースに沿って傾けましょう。こうです。はい、
こんな感じですね。まだ色に手つけてないじゃん。キャラクターの色が沈んでるならキャラの色を真っ先に修正すべきなんじゃないのって思う人もいるかもしれませんが、いえいえ、絵はですねパズルみたいなものなんです。そこだけ修正すれば一気に良くなることっていうのは非常に少なくて、いろんな部分が複雑に影響し合って一つのイメージを作り上げているものなんですね。例えばこの絵、キャラクターの色が沈んでいる一つの要因としてこのキャラの色そのものだけじゃなくて、ここのですね白い蛍光灯の色にも原因があるんです。この白い蛍光灯がキャラの顔の部分に被ってしまっているので、背景の白がめちゃくちゃ目に入ってきてしまってこの子の顔の印象を打ち消してしまってるんですね。なのでキャラクターを修正するためにまずは背景の修正からする必要が実はあったりするんです。今やってるのは実はねそういう意図もあっての修正なんですよね。はい、続きいきますよ。次はですねこの背景にあるメニューを使っての一工夫です。こうかな。はい、メニューをですね少し下に下げつつ右側にもメニューを持ってきました。添削前はっていうか今もね下はそうなんですが、結構ね開けた空間になっていますよね。なのでなんとなくキャラクターに目がとどまらずにスーッとね明るい方向、ドアの向こう側にね自然が流れていってしまうような、なんかそんな感じがしてしまいます。こっちの空間をですね閉じてあげることによって入ってきた視線がですねおっとってねこっちに戻っていくような、そういう視線の跳ね返し効果がありますので、それによって視線がキャラクターに戻ってきて見ている人にこの女の子をより印象づけることができるんです。さあメニューの中身、これだけだとちょっと寂しいのでちゃんと中身書いてあげましょうか。はい、こんな感じです。いやー、ハンバーガーを描いてるとねついつい食べたくなっちゃいますよね。はい、美味しそうです。ちなみにですね僕はバーガーキングかクアアイナのハンバーガーがめっちゃ好きです。お腹すいた。はい、で奥の厨房なんですが、これはちょっと迷いますが、今ですねちょっと緑がかった暗い厨房の雰囲気が魅力的ではあるんですが、いかんせんキャラがですねちょっと黒い袖のシャツを着ていてここが埋もれがちな気がするので、ちょっとだけね雰囲気は変わっちゃいますが、雰囲気はもう少しだけ明るくしちゃいます。そっちの方がキャラクターが浮き立つと思いますね。やってみます。はい、こんな感じ。背景の色味が明るくなったことによって特にねこの辺のキャラクターのシルエットがくっきりと浮かび上がった感じがしますよね。さらにカウンターの下も若干調整していきます。厨房の色味をね青に寄せたので足元が元のままだとちょっとね唐突感がありますよね。少しだけ青に寄せていきましょうか。はい、こんな感じ。奥側にもねカウンターを追加して店の入り口ではなくカウンターの角の部分にしてみました。はい、そして天井も若干調整しましょうか。やってみます。はい、天井も若干調整してみました。で蛍光灯ですが、大きな蛍光灯をドーンと置くとキャラクターの印象をねまた食ってしまいそうなので、少し小さめの蛍光灯にしてみました。全く消しちゃってもいいかもしれませんね。これはね好みで選んでみてください。そして次で背景は最後の調整です。これは力技なんですがこうするのもありです。はい、人物の輪郭に沿ってちょっとね明るくしました。背景をこうすることでキャラクターの輪郭が浮かび上がりますので、キャラクターの存在感をぐぐっと高めることができます。これはね結構他の人の絵を見るとみんなやっているテクニックだと思います。はい、この段階でね最初と見比べてもかなりねキャラクターが浮かび上がったのがお分かりいただけると思います。
この段階で止めてもいいですし、ここからさらにキャラクターを浮かび上がらせて、よりキャラクターにね、目を引きつけることができます。さあ、お待たせしました。やっとキャラクターの調整に移っていきます。とは言っても、めちゃくちゃ可愛く描けているので、あんまり形を調整するようなところはありません。さっきも言ったように、明るさの調整だけで、このキャラクターの魅力を引き出して、見ている人に一発で、うお、可愛いってね、魅力が直接ハートに届くようにしていきます。いきますよ。まずはこうかな。はい、一旦ですね、一番大きな面積として足を明るく持ち上げました。このイラスト、逆光の上に肌色が背景の赤に完全に溶け込んでしまっていて、キャラクターがですね、背景に埋もれてしまっていたんですよね。なのでこのようにキャラクターにはしっかりと光を当てて、背景と人物に区別できるようにするのが効果的だと思います。今ね、足だけやったので他の部分明るくしていきますね。はい、他の部分も明るく調整しました。あとですね、若干顔もですね、もう少しだけ明るくしてもいいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じですね。さらに目にももう少しだけ光を入れて明るくしてあげましょうか。はい、こんな感じ。はい、いい感じになってきました。あとはですね、さっき髪の毛を描いてあまりディティールを加えてなかったので、髪の毛のツヤももう少しだけ描き足してあげます。はい、こんな感じ。あとですね、ちょっとここ気になりますね。手前の靴。画面に一番近い部分なので、あんまりね、書き込まれていないと、あれどうしたのなんか書くのめんどくさくなったって感じになっちゃうので、ここはね、しっかりと書き込んだ方がいいと思います。はい、こんな感じです。画面の手前にあるものはしっかり描くことで、絵のね、解像感がぐぐっと上がった感じがしますよね。ぜひ意識して書き込みましょうね。はい、そして最初のね、サインが消えてしまったので、書き入れておきます。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。今回のポイントはですね、別に絵がいいかどうかという部分は全く別問題だと思います。いいねを増やす、インプレッションを増やすという観点においてはですね、商品が魅力的に見えないというのは、これはね、大問題なんです。この絵の場合、メインの商品はこのキャラクターそのものなので、キャラクターがね、パッと見て目立たないと、この絵にとっては何が売りなのか、見ている人にパッと伝わらないので、それが原因でね、いいねも増えないし、結果、インプレッションも伸びません。まずは商品を見てもらいやすく陳列するというのが非常に大事になってくるわけです。メインのキャラクターが見やすい絵作りを、まずはとにかく心がけてみてください。いいねをもらうためには、まずはこれが基本中の基本なんです。作者さんはね、めちゃくちゃ絵作りが上手いので、実はですね、この落とし穴にはまりがちなんですね。実はですね、今回言ったポイントって、絵の初心者さんはそこまで陥りません。だってまずはね、キャラクターを一番に塗っていくからね。でもね、中級者以上になって絵を全体的に考えられるようになると、最初にね、色彩計画をこう練りますよね。
そこでちょっとねこう凝ったライティングにしてしまうとこういった問題が起こってきちゃうものなので、作者ののりまきさんは次はねこのことについてもう一度思い出してキャラクターを見やすくするにはどうすればいいのか考えながら色を塗ってみてくださいね。きっとインプレッションがぐんと増えると思いますよ。また今回のようにしっかりと1枚の絵を解説する動画も効果的ですが、ポイントごとにまとめて5つの上達のポイントをお伝えした動画も効果的だと思います。5つのねポイントをまとめて摂取していただけるので自分の絵にねどんどん反映しやすいと思います。はい、こちらの動画です。注目、時短で上達のポイント5つ紹介しますですね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。